はい、今日はですね、星5のティア表、星5最強キャラランキングいきたいと思います。まあ自分はね、星5艦隊なんで、まあ全ての星5キャラクターをね、まあ使ってきまして、今まで。で、まあ、星5実装されたのが9月の中旬ぐらいなんですよ。今年は2024年。で、まあ、自分が星5艦隊になったのが、まあこのツイートからわかるように、11月の27日。なんでまあ2ヶ月ぐらいかな。星5実装から。2ヶ月後ぐらいに星5艦隊になりますと。で、これが12月時点の日本の星5艦隊リスト。まあ、当時は多分5人。今、増えてるかどうかわかんないけど。とりあえずまあ星5艦隊は、まあ最速で作った人たちは100万円ぐらいかかってるんですよ。で、まあ自分に関しては、これ言っちゃいます。60万円。2ヶ月後に星5艦隊作り終えて60万円。そうだから40万円は安くなってるんですけど、まあただ高い。星5の12キャラ集めるだけでこんぐらいかかるんで、なかなかにやばいですよね。まあ今はね、無料で集められるようになったんで、だいぶ変わったんですけど。まあってことでね、早速、ティア表の方をね、作っていきたいと思います。で、まあ、各キャラクターごとに、星4と星5の比較動画も入れてるんで、参考にしてください。ってことで、言いましょう。早速 C からいきます。ネクロとボウ。はい。もう圧倒的最弱。これが出たら、もうスクバスを恨んでください。というぐらい、最弱で弱いです。マジで使わない。まあ、ここにね、ロイヤル API の、まあ、サイトも載せとくんですけど、これね、ネクロの、能力。これさ、日本語の翻訳、なんかこのページできなくて。まあ、だから英語なんですけど、まあ、星5ネクロにすると、このスケルトン、生成されたスケルトンが、スピードが 60% アップ。で、攻撃速度が 45% アップと。で、ネクロの近くにいるときね。そう。まあ、動画で見てもらった方が早いんで、まあ、これに関しては動画を見てください。はい、次、棒ね。で、棒に関しては、地雷のところに変更がありますね。で、まあ、これは、まあ、地雷の設置してから次設置するまでの、そのチャージ時間が15秒から8秒になりましたと。で、プラス、まあ、地雷のライフタイムだよね。地雷が置かれて消滅するまでの時間が10秒から20秒になったと。まあ、2倍ですね。だからまあ、地雷が設置されている時間が長くなったと。まあ、ただ、棒なんて、使わないですよね。そもそも。だから、こんな地雷がどうとか言われても、いや、使えませんよと。なってしまうんですよね。なので、最弱です。はい。はい、次ね、B いきます。まずね、コルト、チキン、メディック、ダイナと。はい、まずね、コルトからいきます。まあ、コルトの星5性能に関しては、これね、コルトの、チャージアビリティね。ゲージが溜まった時の攻撃。これが貫通弾になるんですよ、コルトって。だから、全部の敵に当たると。これ結構強いんだけど、星5になると、モンスターでも、敵キャラでもいいから、攻撃をしただけで1ゲージ溜まる。
1攻撃1ゲージ。そう、だから、昔俺が言ってたのが、アイウィズの貫通弾が常時飛んでくる感じっていう、星5コルトは。ってぐらい結構強かったんよ。星5コルト。で、まあ、星4の場合だと、コルトは、モンスターに攻撃すると1ゲージ溜まる。もしくは、敵キャラをキルすると、1キャラキルすると1ゲージ溜まるっていうのが星4のアビリティなんですけど、まあ、それがキルをする必要性がなくなったと。攻撃するだけで OK と。ただ、なんで B かというと、HP が低すぎる。あまりにも。そう。で、ここで対抗になってくるのがシェリーなんですけど、星のシェリーね。で、シェリーは体力あるんですよ。かなり。で、なおかつ、ノックバックを持ってるっていう、スクバスでノックバックとかスタンってマジで最強の技なんで。そう。それ持ってて、かつ HP 高いシェリーがいるから、コルトの位置がなくて、で、しかも、ババもいるし、ノーマルキャラの中で。そう、だから、それが最大の弱点。HP があまりにも低い。はい。で、次、チキンね。チキンは、チビニアの数が増えますと、単純に。まあ、最大、今までチビニワって3体までしか出なかったんだけど、それが5体になると。で、これね、意外と強いんですよ。5体になった時、青箱を2発で割れる。で、これね、結構ね、圧があるんですよね。だから意外と強いんだけど、まあ、B 止まりかな。さすがに A まではいかないかな。ただ、チビニワの数が増えただけだから。圧あるし、まあ、火力も上がるし。って感じ。だからこれターボ付与が、まあ、ターボ付与のところに、まあなんかもうちょい変更点がプラスであったらワンチャン A いったかもしれないって感じですかね。で、動画の使用感はこんな感じ。はい、次メディックね。で、メディックって回復の能力が2つあるんですよ。1つがパッシブヒール。2つ目がヒールパック。で、パッシブヒールは何かというと、自分たちが攻撃していない時にスクワットを回復する。これがパッシブヒール。で、ヒールパックは何かというと、攻撃してる時でも、自分たちのスクワットの一番 HP が低くなっているキャラを回復する。これがヒールパック。で、今回この星5に追加された要素としては、パッシブヒールの方ですね。パッシブヒールの、回復量が増えると。単純にこの表から見ると42から45になってて、回復が。で、ヒットタイムが0.5秒下がってるんで、HPS で見ると28から45、これだいぶ大幅アップ。単純に言うと一瞬で回復するっていう自分たちのスクワットが星5になると。そう。で、意外とメディック強いんですよ。ただ、レアキャラに強いキャラが多すぎる。ホグだったり、ディガーだったり、B だったり、アイウィズ、フランク、ダイナーとかね。そう、だから入れる余地がない。特にリーグだと。で、しかもポコもいるからさ。そう、だから惜しいキャラ、本当に。めちゃくちゃ強いんよ、こいつ。回復量はね。回復がどんだけするかっていうのは動画で見てください。はい、次、ダイナ。ダイナは、星5になると、ボムのスペルを付与する。バレルボムだね。普通のボムとは違うやつ。で、その普通のボムとの違いは、こんな感じ。表で見ると、ダメージが2倍。で、投げてから爆発するまでの時間が2秒。ボムは一瞬で、爆発するんですけど、1.1秒だから。バレルボムは、2秒あるんで、ちょっとね、爆発するまで時間かかるんですよね。で、範囲は同じと。ただ意外と、これも、意外と使えるって感じ。本当にスペル枯渇してる時にダイナ引けば、バレルモム、スペル拾えて、それ投げればね、敵を牽制できるんで、本当に欲しい、ボスモンスターとか絶対に借りたいっていう時に、それがあったら、絶対借り取れるんで、ボムスペル使えば。そういう時だけ使えるって感じ。ただ、
まあ、ダイナはまあ、元の能力が強すぎるから、まあ、スペル付与だけに抑えられたのかなって思いますね。ということで、バレルボムの動画はこちら。はい、続きまして、A ランクいきます。A ランクは、ホグ、ババキン、アチャクイ。こっからなんかもう強そうな感じしてるよね。はい、まず、ホグからいきましょう。これね、ホグ、めちゃくちゃむずくて。ロイヤル API に書いてあるのは、まずそもそもターボを押すと20%攻撃スピードが上がるんですよ。そもそもね、ホグなしとかで、ホグいるいない関係なく、ターボを押したら攻撃スピード上がるじゃん。それが20%らしいの。で、ここに書いてあるのは、それが23%に上がると、ホグを1体取ると。ってことは、ホグ1体積むと、攻撃スピードが3%上がるっていう意味だと思うんですよ、これ。で、ここに書いてあるのは、フュージョンホグ3体ってことはまあ9体だね。9体のホグ入れると、これが60%まで上がると。で、ただこれ60%って書いてあるけど、これ多分最初の20%にプラスしてるよね。20%プラス3フュージョンホグで60%ってことだよね。まあこの下に書いてあるのが、9体ホグを積むと、アチャクイとかババキンの攻撃スピードアップバフと同じですよって書いてあるんだけど、9体積まないと一緒にならないっていう。そう、だから、意外と強そうに見えて、どうなのって感じなんですよ。9体積まないとそこまでいかないから。まあ、ただ、そう、だから、まあ、ぶっ壊れてはないんだけど、まあまあ、普通に強いって感じだよね。だって、星5ホグプラス、ね、アチャクイババキンとか持ってたら、だいぶね、攻撃スピード上がるってわけだから。まあ、そう、ただまあ、ぶっ壊れてはないから A ですね。で、その比較動画見ても結構分かりづらくて、分かりづらいぐらいのスピードアップ上昇しかしてなくて。はい、次、ババキンね。これね、結構強い。正直、ババキンアチャクイに関しては、A プラスぐらい言っていいかもしれない。で、まあ、星5の性能としては、まあ、ババキンはね、近接攻撃キャラの攻撃スピードをアップするっていう能力、それプラス、スタンする攻撃を持ってるんですよ。で、そのスタンする攻撃が、ゲージ攻撃に。で、そのゲージが溜まるまでの時間が、星4までは10秒なんですけど、星5になると、それが6秒に短縮されますよと。まあ、大体、2分の1。だから、結構感覚的には、ほぼ毎回スタン攻撃してんじゃねみたいな感覚に陥るんですよね。粘着してる時に。そう、だから、めちゃくちゃ強いです。正直。
はい、次、アチャクイ。アチャクイに関しても、さっきのババキンとほぼ一緒ですね。アチャクイの場合は、ノックバックなんですけど、ババキンはスタンだったけど。で、そのノックバックまでのチャージ時間が10秒から6秒になると。これもこれで強いです。そう、だから俺は結構、アチャクイをノックバック要因で入れたりすることも結構あるぐらい強いですね。ってことで動画はこんな感じ。はい、次、S ランクいきます。はい、まず1体目、ゴブリン。2体目、グレック。はい、星5ゴブに関しては、フュージョンした時のコイン生成量が30枚になりますよと。で、星4は15枚。だからまあ単純に2倍ですね。で、2倍ってめちゃくちゃ強いんですよ、これ。まあ、この表でわかる通り、5部をフュージョンまでピックしたら60枚コインゲットできるんですよね。まあ、単純にまあ星4よりまあ、合計コイン枚数は15枚増えるんで、まあ、15枚あったら、1フュージョンは作れますよね。普通に。キャラクター。プラスで1フュージョン作れるから、そこで相当なアドができるんですよね。で、しかもこいつドッペルでもめっちゃ強いんよ。ドッペルの時の生成量とかマジでえげつなくて。結構動画で、俺ドッペルの動画上げてるから、わかる人はわかると思うんですけど、コイン生成量が本当にバグり散らかしてて。で、動画の感じはこんな感じね。はい、次。グレック。グレックに関しては、星5にすると、エメラルドが1個増えて、コインが3枚増えると。で、このコイン3枚増えるのがめっちゃ強いんだよね。そう。なんか意外と3枚しか増えないのかって見えるんだけど、結構切ってさ、2個あるじゃん。そう、だから、まあ実質、6枚コインが増えるようなもんなんだよね。そう、だから、なかなかにぶっ壊れ。まあ感覚的には、内周のメイビスみたいな感じ。ただ、星5グレックと星4メイビスどっちが強いかって言われたら、個人的には星5グレック。まあ、やっぱ結局グレックって内周で使えて、で、内周で使えるメリットとしては、同時にボスモンスターを倒して、そこでコインを稼げるっていう。これがマジで強くて、結構だから、キルムーブをする人は絶対にグレックの方が良くて。メイビス使うとわざわざ外周に行かなきゃいけないから、結構そこでロスなんですよね。で、ボスモンスターも借りづらいし。そうだから、まあ、グレックに関しては、まあ、意外とコインが3枚しか増えないのかって見えるんだけど、めちゃくちゃ壊れてるキャラだと、まあ自分は思いますね。グレック結構使ってます。はい、動画の感じはこんな感じ。はい、で、ようやく最後になりました。はい、最後はもちろん、バーバリアン。まあ、これはもう本当に、多分もう、ほとんどの人が知ってるでしょう。明らかに壊れてると。まあ、星5ババの性能に関しては、まあ、チビババを生成しますよと。で、しかもそのチビババが、エリババなんですよね。そう、エリババ状態で生成されるから、まあ、単純に強いと。まあ、だから、簡単に言うと、ダブトラをしてるような感じですね。星5ババ持ちだけ。そう。で、ここに、まあ、バーバリアンとエリートバーバリアンの、まあ、違いが出てるんですけど、HP、ヒットタイム、ヒットスピード、ダメージ、DPS。まあ、スクバス内のバーバリアンのところから見ると、あれ、エリババの、ステータス載ってないんですよ。そう、だから意外となんか弱そうに見えるんだけど、結局、バーバリアンの本体ってエリババじゃん。そう、だから、このエリババの方のステータスを見なきゃいけなくて。で、このエリババのステータスって、マジでスクバス界で、本当に最強額なんですよ。そう。そのキャラをダブトラ状態で持てるから、本当にぶっ壊れてて。もう明らかに星5ババゲーになってるじゃないですか。で、ただまあ、このチビバってフュージョンができないと。あと、星4ババの能力、敵をキルするとレイジ状態になるっていう、その能力は持ってないんで、まあそこはちょっとね、注意しなきゃいけないですよ。で、あとまあ明確な弱点があります。それが範囲攻撃キャラに弱い。
ダイナだったり、アイウィズ。これに一瞬で溶かされてしまう。で、チビババって、一回やられると復活しないんですよ。そうだから、もうダイナとかアイウィズに削られたら、もう最後、星4ババ持ってるみたいな感じになっちゃうんで、まあそこはね、気をつけなきゃいけないんですよね。星5ババ使いは。で、逆に、まあ星5ババを相手にするときは、ダイナとかアイビーズを普通に積んでれば余裕で勝てちゃうっていうところがあるんで、まあしっかり対策ができる。まあそう、だからぶっ壊れに見えて割とバランスは取られてる。そう、だから昔の S1 の時のスパレみたいな感じで、対策も何もありませんみたいな、まあパムタレットで対策とかあったんだけど、まあ正直そんなのよりもスパレゲーだったからただの。昔は。あれはもうほぼ対策ないようなもんだから、それと比べると、意外と星5ババは対策をできると。まあただ、星5ババの初動の青箱を2発で割れて、編成がめちゃくちゃ作りやすいっていうのは相当なアドなんですけど、まあ一応ね、動画の方置いとくんで見てください。はい、ということで今回ね、星5最強キャラランキングやっていったんですけど、まあ結構ね、今多くの人はね、この星5を手に入れるぞっていうモチベで、多分スクバスやってる人が多いと思うんですよ。まあなのでね、そういった時の参考にしてみてください。ってことでこんな感じで終わりたいと思います。バイバイ。